新年明けましておめでとうございます。かんきちスタジオの北原かんきちです。2025年もね、始まりましたけども、本年もどうぞよろしくお願いいたします。さあ、今日はね、いきなり、佐川幸義式、四股鍛錬のね、状態からね、動画をお送りしておりますけど、今日はね、元日、2025年のね、1月1日ということで、初日にね、いきなり最初、鍛錬をね、初日にすることでね、今年1年もいい鍛錬ができるかなと思ってですね、今日は鍛錬動画をね、鍛錬しながらね、解説も含めてかな、ちょっと撮っていきたいと思っております。よいしょ。四股はね、最高ですね。四股のね、動画も散々ね、これまでも出してきましたけどもね、やっぱりね、このね、四股のはね、いろんな効用を言い出すとキリがないし、佐川幸義総監もね、この四股の鍛錬を非常に大事にされてね、日々やってたみたいなんですけども、もちろんね、いろんな世間一般でね、言われるような絶大な効能ももちろんあるんですけども、それ以上にね、なんていうのかな、健康養生もそうだし、余計なね、このね、ものがね、どんどんね、落ちていくんですね。ちょうど気候で言えばね、清酒のような、清酒ってね、体のね、溜まった邪気をどんどんね、下とか横に出していくっていうね、こういう、工法、練功法があるんですけども、おそらく四股もね、そういったね、効能がね、すごくあるんだと思うんですよね。こうやってね、足をね、ちょっとお相撲の四股とはね、違うんですけども、こうやってね、リズミカルにね、踏むことで、非常にね、体の中のね、邪気がどんどん出ていくっていうね、ことで、体がどんどん軽くなります。これね、軽くなんですよ、不思議なもんで。なんでですかね。体って最初ね、これ、多分疲れてる時とかね、いきなりやる人は体ね、やってるうちに疲れちゃうなってなるんですけども、慣れてくるとね、ちょっとやるだけで体の中どんどん軽くなるんですよね。で、いつまでもできるような感じがして。よくね、佐川幸義総監がね、何千回ってやってて、みんなすごいすごいっていう言い方もあるんですけど、それ以上にね、やってるうちにね、体が軽くなる。そしてどんどん地面と一体化するからね、無理じゃなくなっていくんですよね。逆に無理にやってるってことは、どっか力んでるってことだから、多分それってね、筋肉トレーニングになっちゃってるんですよね。正しくやることでね、何より重力とね、まっすぐ一体化してね、で、股関節とか膝関節とか足関節が全部緩んでて、地面のね、この反発力とか、そういうものが全部体のね、丹田に集まるんですよね。だからそういう感覚がまず分かることが大事で、感覚が分かってくると、今度この丹田をね、よりそこに、なんていうのかな、凝縮できるような、コツがつかめるんですよね。これがね、四股鍛錬法になりますね。足の裏もね、力を入れちゃうとね、あまり良くなくてね、足の裏の力をね、いい意味で抜いてややつま先重心でね。でね、最初手はね、いろんなやり方ありますけどね、基本このね、下丹田に軽く手を置いてね、ここを意識する感じで、ズシッ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 ってね、なんつうのかな、地面にガシッと立ってる、ガッと噛んでる状態、歯車のギアがガシャッと噛み合った状態でグッて入ってる状態、これが力を入れてってもふわーってなってるとダメなんですね。これがね、ずーって落ちてる感じ、ずーって落ちてる感じ、そうそう。でこれでね、スッ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 ってやります。でね、これがだんだん上手くなってくると、この手もね、丹田を意識するのは大事なんですけども、だんだんできてきたらね、意識しながら、手もねうまく使って、これね、立前的な状態でこういうふうにね、スッスッスッってしてもそういう効果あるでしょう。これね、上げ手のような、合気上げ、俗に言う大統領の上げ手のようなね、こういうイメージを持って、スッ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 、そうするとね、イメージしてほしいのは、もちろんこの思考をすることで自分の気がね、ずっずって下に気を下げて、中国物で言えば沈椎形のようにね、重心がぐーっと落ちていくんですけど、落ちるっていうことは上がってくるんですよ、気が。気が上がってくる。もっと科学的には中国物的には軽力が上がってきますし、
まあ、大統領的に言えば透明な力の、まあ、源泉になるんですけどね、ぐーって上がってきて、それがまあ丹田に凝縮されて、さらにそれがねこう末端にね出てくる。その末端に出てくる時のまあ一つの手として、その先ほどのねこの立前のこれをってね、これでこうヒュッヒュッヒュッ、そうするとね全身が統一されてきてね気持ちいいんですよこれが。もちろんこれね普通のこの立前担当項も一緒です。同じことやってるというのが私の理論です。まあもちろんいろんな意見あると思うんですけど、私の中ではこれとこれは一緒。ただこの思考することでさらにこう負荷というか、練ってるっていう感じはありますね。いや、もちろんこのね立前でも結構です。でまあさらにね、例えばこういうね、剣をね持ってこうやってねスッスッ、こういうのもありますね。ビッビッ、まあ細かいこと言ってますけどね、要するに数やってればだんだん分かってくるんですよ。逆に言えばだから佐々木教室総範も数が分かるまで数稽古やれっていうことなんですよね、一言で言えばね。でそれで自分がどうなってるかなってことを自分の体でこう味わえと。だから回数をやって1000回やったから OK じゃなくて、1000回やってみたらどうなったっていうのを自分の中でね咀嚼していくと。だから多分佐賀育先生もそのやりながらいろんなねやり方工夫して、外側から見えないね内部の位置の工夫、背中とか肩とか胸とか内臓とか、まあもちろん意識も含めていろんなところをこうですね試しながらやってたんだと思うんですね。でそれはもう言葉ではとか理屈では伝えようのない部分、伝えきれない部分なので、これをね数やりながらやる。そのうちですね、実感が出てくるんですよね。まあ実際私自身も今すごく気持ちいい状態気持ちいいって言うとなんか変ですけどね、こう体全体がですねつながってるし、なんかこう意識というか、充実してるんですよすごく。で体もむってこうビシッてこう武術的にこう力がみなぎってるっていうんですかね。だからこうドシッて入ってねみたいな。要するにこの動きがそのままね思考の今の動きがねずってのが維持されたままね、いろんな動きができるようになる。これは、ね、非常に大事で、だから思考をただこれでやってはいなんか鍛えましたとか、ね、腕立て伏せをやったのと100回やったみたいなのと一緒で、はいこれ回数やりましたじゃないんですよね。この足の状態はっね、これを維持されてて、これ日常的に維持されてる、維持されてるね、要するにビシッとこれ地球に対してまっすぐビシッと立ってビシッとこうねまっすぐ、まあ自分の体感として中がねこう整ってるっていうね、こういう感覚を養う。そうするとですね、なんていうのかな、中が通る、気候的に言えばこう気が流れる。だから気候の求める体もこの合気の鍛錬もこれも私の中では一緒です。結局気が流れてる体というのは佐川派大統領というところの合気の連帯と非常にもう近い状態、極端にも同じ状態と考えてもいいと思うんですけどね、ずしね、でこういうふうにねまたやる。で何よりねこれをねさらにやってると意識もクリアになるんですよ。意識もねなんでですかね。やっぱりねこう無心になってやる。それから最初はいろいろ理屈考えてやってるんですけども、そのうち仏教でいうとこの三昧状態、つまりこう何かのね没頭状態になるんですよね。没頭状態になるということは余計な考えとか、消えてて論理思考がどんどん停止していくんですね。この前頭葉の方にあるね余計なね小賢しい考え小賢しい、ね、論理的な思考、そういうものがどんどん消えていって、で体感覚のみがね、どんどん領域が広くなっていく。コンピューターではそういうメモリの部分が広くなって計算してるね部分がどんどん小さくなっていく。そうするとね頭の中もすごくね軽くなる。でこの、ね、物理的にも軽くなるって感じますね。脳の重さが軽くなってる気がします。脳の重さって普段感じるのっていうの難しいんですけど、やるとだからこんなに軽いんだっていうね。あと肩口とか股関節とか太ももとかもねすごくね、軽くなる。
でそうこうするうちに考えなくていい状態になるんですよね。なんかふわーっとなってきて、いわゆる瞑想状態、いわゆる禅に入ってきてる状態ね。だからね、この思考っていう世界も体だけを鍛えるって考えるとすごくもったいなくて、ある種の動禅、動く禅、動きながら、そこまでね激しい動きではないんですけども、ただやり方によってはすごく疲れるかもしれませんね。あっという間にこうパンパンに足になっちゃうかもしれない。でも正しいやり方だと身体的にはそこまで疲れない。ただ内部を練ってるので、終わった後すごくこの内部のね、いわゆる気を巡らしたっていうね、そういう疲労みたいなもの、心地いいんですけどもね、そういったものがすごくあります。はい。でもね、いろいろあるけど万能鍛錬法かな、これは。つまり静止、余計な邪気を出すっていう意味もあるし、丹田をねこう練る、強化するっていう効能もあるし、これね、まっすぐ姿勢がまっすぐになることでね、全て気がね全身がつながるっていうね、こういう効能もあるし、それが頭の中意識がクリアになる、つまり禅の状態、瞑想状態に入るっていうね、そういう効能もある。で何よりねこう動いてるから何がいいかなって思うのは、この立線的にはこう止まってしまうので、どうしてもこの動きのね武術的なものと境目が感じちゃうんだけど、こうやっぱ禅の世界、思考の世界ってこう動いてるから、なんかこうとっさにねパッてこうねパッ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 とかね、あと八極拳的なこのプッてこう踏み込み、プッてこういうのとね思考がね近いんですよね。このっていうね、この踏み込む力、ね、これはねね、そういう意味でね、その武術的な動きにすぐ変換しやすいっていうのかな。もちろんこれね剣もね、もちろんねこういろいろ動きがねありますけど、これもいろいろね、足がねそのままなんかこう思考のねこの股関節がぐっと落ちてその地面にね刺さってる状態、こういうね動きになります。はい。こう寒いね、やっぱお正月天気がいいとはいえねやっぱり寒いですけど、こういう中でね鍛錬やると気持ちいいですね。こうね冬はね外でやるとねこうね鼻とかも出てくるんだけどね、そういうのもねある意味静止、つまり邪気が出そうとしててね、体も寒くないですよ、ポカポカしててね、ザッ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 ね、これね近所の人もね私はこう練習してるとね見に来たりしますけどもね、挨拶をしつつ気にせずねやってます。でやっぱりねこういうねまっすぐ立つとか正しく立つっていうことを普段から心がけるし意識するし、そもそも体がそうなるとねやっぱりね、なんていうのかな、生き方もまっすぐになるんですよっていうと偉そうだけどね、やっぱりね姿勢と心、そして生き方ってのはリンクしてて、姿勢がねやっぱり崩れてる、あるいはエネルギッシュじゃないとねやっぱり気持ちや心もまっすぐじゃない、エネルギッシュじゃない、そうするとやっぱり人生そのものもねまっすぐじゃない、エネルギッシュじゃないって話になってくるんですよね。どこかねこういうねビシッビシッってこうねバッてこう立つ、ビッてこうねギュッてこう力をみなぎらせて、ただこう気をつけじゃないんですよ。ぐっと地球からバッとこう地球のこの奥底からの大地からバッとこうね、こういうねエネルギーを感じることね、感じると体が感じれば心や、当然意識も感じる。そうするとね自分のこうなんていうのかな、生き方もそうしたいっていうふうになってきたり、例えば自分の仕事とかね、何らかのこのやんなきゃいけないこととか日常とかね、そういうのもどうせやるならこうそういうことをやろうとかですね、どうせやるならビシッとやろうみたいな、そういうね発想に、自然になってくるんですよね。なのでね私はこのね思考鍛錬法ね、別に量はねそれぞれ、合うレベルでね全然結構だし、ご自身のね体力に合わせてやっていただければいいと思うんですけどもね、非常にねおすすめですね。はい、よいしょよいしょ。こんな風にね結構今日いい加減というかこう喋りながらね、やってるんですけども、こういう感じが結構大事で、あんまり頭ごなしに考えるんじゃなくて、
スッとね、自分のこう体とこう会話しながらね、こんな風にやるとね、まあ退屈せず飽きずね、あれこうかなってクソ真面目にね、こうやるとね疲れちゃうんでね、ずっとやってるとね、こうクソ真面目にもしくはこれでもう1000回やるんだみたいなと疲れちゃうのでね、こう体を意識しながら時々こうね、手をなんかこううまくなんかこう入れたりとかしてね、で多少深くね、こういうふうにね、ずしいろいろ試してみてください。さあこうやってねやってるとですね、だんだんねこれがねスーってなって、最後動きがふーってなっても、この思考状態が体の中をみなぎってるので、なんていうんですかね、こう動きがですねヒュ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 ッと物理的に動けます。でこれでね、まあなんかこういろんな、例えば大統領だったらこの技をね、こう一人稽古してみるとかね、小手返しとかね、こうやって入り身投げとかね、やってくださいとかね、小馬返しとかね、あってね、こういうのをねイメージしてね、はい、ということでですね、まあ今日元日ということですけどもね、やっぱりね、なんだかんだいろいろと、まあ昨年もね含めて、いろんなこと動画で喋ってきましたけれどもですね、結局はもうこういうね自分の身体の問題だし、自分自身の問題でね、自分がやればそれだけ得られるし、得られたらさらに次があるということで、これはね修行の楽しさだし、修行して何かを得ようということはもう全部捨てて、この修行の瞬間そのものが面白い、この修行の状態の体感そのものを楽しむっていうふうにですね、ぜひそう発想を考えて、そう発想していただければと思います。そうするとさっきも言ったように、頭も瞑想状態、禅の状態になってですね、いろんなものがクリアになって、今この瞬間が楽しい、今この瞬間が充実、今この瞬間が幸せなのでもう24時間修行になるということになります。はい。はい。というわけでね、今日はね、思考をやりながら、新年のご挨拶ということでしたけれどもね、まあ、今年1年またね、まあ、もちろん動画作りも含めてね、いろいろと活動していきたいと思っておりますので、どうぞ本年もよろしくお願いいたします。まあ、皆さんもぜひ今日の思考を含めたね、鍛錬法をね、参考にしていただいて、ぜひ良い1年をですね、お過ごしいただければと思います。はい。ではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。本日はご視聴ありがとうございました。はい、さよなら。もうちょっと頑張ります。よいしょ。